皆さん、こんにちは。社会保険労務士、キャリアコンサルタント、産業カウンセラーの飯森です。今回のテーマにつきましては、瞑想と健康経営とワークエンゲージメント、仕事への活力、熱意、没頭というお話をさせていただきたいと思います。テーマの内容につきましては、一つ目、信心脱落して心を軽くする瞑想。二つ目、健康経営は心の問題から考える。三つ目、ワークエンゲージメントの源泉イコール心の健康という内容でお話をさせていただきたいと思います。それでは、一つ目の信心脱落して心を軽くする瞑想という話をさせていただきたいと思います。皆さんもご承知の通り、現代社会は非常に心にとって辛い時代になってきています。SNS が発展し、どこにいても誰かとつながっていないと不安になる、心配になるというような強迫観念に襲われている方もいます。また、心が病んでどうしようもないという状況に追い込まれてしまうケースもあります。なぜそのような状況に追い込まれてしまうのか。それは一人一人違っていると思いますけれども、社会全体が急ぎすぎている。発展が早すぎてついていくのが非常に難しい時代になっている。そんなことが影響しているのではないかなというふうに思います。こういった状況の中でどのようにして心の平安を保つのか。心が落ち着いてゆったりとした気分の中で楽に生きていけるという状況に持っていくことができるのか。それは非常に大切な問題になってきていると思います。私はそういうような状況になった相談者の方から相談を受けた場合には、できるだけゆっくりとした時間を持つように進めています。これだけ慌ただしい時代になっていますから、せめて外界と遮断された自分だけの時間を持ってゆっくりとした時の流れを感じてもらう、そういったことをお勧めしています。特に人間関係などでストレスを溜めてどうしようもない状況になった時には、いつもそのことが頭に残って安らぐ時間がありません。心が安らぐ時間がないと非常にストレスが生じてきて心の健康を害するということが起こってくるケースもあります。そういったことにならないような時間を作る。そういったことになる前にきちっと心の健康を考える。そういったことをお勧めしています。それでは一体どうすれば心の平安、心が軽くなっていくのかと言いますと、私は瞑想を進めています。
信心、脱落して瞑想をする。これが効果があるというふうに思っています。今まで生きてきた中で、本当に心がきついなと思ったとき、それはどういう時かというと、頭の中が人間関係や悩み、そういったものにいっぱいになってしまって、どうしようもない状態になっていたと私は考えています。そういった時に、そういったことを忘れる。30分でも1時間でもそういったことを考えないようにする。そのためには瞑想というのが一番いい方法だと思っております。特に私の場合は55歳でがんになりました。その時は本当に死を意識し、恐怖感や恐怖、怒り、そういうような形で心がいっぱいになりました。もうちょっとしたことで破裂してしまうのではないかなというような状況でしたけれども、そういった中で瞑想をすると非常に心が軽くなったという経験があります。私がどうしてこういうような瞑想をするようになったのかと言いますと、やはり仏教との出会い、特に道元の話などを聞き、本を読み、そういった中で信心、脱落して、そして心を穏やかにしていく。何も考えない状況を作り上げていく。そういったことをしていくことによって心が非常に軽くなるということを学びまして、そしてそういうような瞑想をするようになりました。一時はマインドフルネスということで流行った時期もありますけれども、今現在もそういった形で瞑想を取り入れながら心の健康を考えているという会社や団体も増えてきていると感じています。2つ目、健康経営は心の問題から考えるというお話をさせていただきたいと思います。私も社会保険労務士やキャリアコンサルティング、産業カウンセラーとしていろいろな会社を回らせていただいております。その中で健康経営に関するセミナーなども実施しております。特に健康経営につきましては、労働生産性に結びつくというふうに考えていますので、大事な会社の方針だというふうに私は考えています。それで、社員の皆様、従業員の皆様に健康セミナーなどをする場合に、社員の皆様に繰り返し申し上げていることは、身体的な状況も非常に大切なことだけれども、心の問題も気づかないうちに非常に厳しい状況になっていく場合もあるので、心身ともに健康であるということを繰り返し申し上げています。特に健康経営につきましては、啓蒙啓発が
非常に大切で、一回だけやればいいという話では私はないというふうに考えております。やはり繰り返し社員、従業員の皆様に納得理解してもらう。そういったことを繰り返さなければ、なかなか自身の健康について深く考え、行動を起こすということができないという社会に今なっているような気がします。それで健康セミナーの開催にあたっては、このような健康経営セミナー資料というのを従業員の皆様にお配りして啓発活動をしています。特に私の場合は55歳でがんになりました。それはもう非常に私も反省しているんですけれども、がんになるような習慣をしていた。食生活をはじめ、運動もそうですし、ストレスもそうでした。そういうものが積み重なってがんになっていったんだというお話をさせてもらっています。その時にこのようながんの写真をお見せします。そうすると皆様の反応を見ていますと非常に顔色が変わります。こういうふうになってはいけないというふうにその時は思ってくれるんですけれども、時が経つとそういったことを忘れてしまうというのが、人間の性といいますか、人間の本性といいますか、そういった部分があるので、こういったことを繰り返しながらセミナーということで実施しています。そして初めて健康経営というものが成り立つのだというふうに私は考えています。そういった健康セミナーの中で特に今私が重点を置いて話していることは心の問題です。やはり今は心の問題を中心に健康経営を考えていく時代になってきていると私は考えております。やはり労働生産性に直結するのがこの健康経営だというふうに考えています。どうしても自分自身で自分の健康をチェックしていくということは難しい時代になってきていると思います。知らず知らずのうちにストレスを溜めているというのが現状ではないかなというふうに思っております。そういった中でそういった心の問題が弱気しないように健康経営の中の最初は心の問題から、その心の問題を考えることによって自分自身の心身の健康についても考えていただくというような形で実施しているのが健康経営セミナーという形になっています。3つ目、ワークエンゲージメントの源泉イコール心の健康。皆さんもご承知の通り、ワークエンゲージメントを上げていくためにはいろいろな要素があると思います。例えば人事評価制度の公正公平な運用だとか、等級別賃金表の導入だとか、また両立支援ということで
育児や介護、病気になった時の対応の仕方だとか、また自分の能力を高めていくための職業能力開発ということに対する会社からの支援などなど、そういった従業員満足度を高めることによってワークエンゲージメントは高まっていきます。その中でも特に私が強調したいのは健康経営ということです。その中でも特に心の健康。これなくしては、やはり従業員の働く力、ワークエンゲージメントは低下していくというふうに言わざるを得ません。心身ともに健康で、そして働きがいややりがいを持って仕事に取り組んでいる従業員の労働生産性は非常に高いです。そういうような職場環境を作っていくということが一番大切なことではないかなと思っています。そういうような環境を作っていくためにも、心の健康をしっかりと考え、それを経営方針なり、人材育成方針の中に取り入れながら、全従業員で共通認識として持って、それを実施していく。そういうような職場環境を作り上げることによって、会社は成長していくものだと私は考えています。最後になりますけれども、私は心の健康問題ということを考えるときに、瞑想は非常に効果があるというふうに考えています。やはり心の問題をしっかりと認識するためにも、一度すべてを忘れてしっかりと瞑想してみるということをやっていくと、随分違った世界が見えてくるような気がします。私は健康経営セミナーなどにおいては瞑想を進めています。これはやってみると非常にわかるんですけれども、非常に心を軽くしてくれます。非常にゆったりと心が落ち着いてきて平安を取り戻します。そういった時間が30分でも1時間でもあれば、非常に心の健康にとっていいことだと思います。ですから、こういったことをしっかり考えて、こういった瞑想などの心の問題に好影響を与えるようなものに取り組んでみるということも考えていってもいいのではないかなというふうに思います。今回は瞑想と健康経営とワークエンゲージメントについてお話をさせていただきました。これからの時代、ますますこういったことが大切になってくると思います。ぜひともこの機会にしっかりと考えていただければなと思っております。本日もまた長時間私の話を聞いていただきありがとうございます。今後もこういったお役に立てるようなお話を一つでも二つでもお話ししたいというふうに思っておりますので、もしよろしければチャンネル登録をしていただき、引き続きご視聴していただけるとありがたいなというふうに思います。
本日はどうもありがとうございました。